あなたの記憶力は2倍に跳ね上がるかもしれません。学習効率を上げる、真髄とも言えますね。圧倒的に高いスコアを出したっていう思い出す回路ですね。強化されていく。たったこれだけで何倍にも学習効率が上がるので、このループをやれば、記憶は余裕ですね。突然ですが、あなたにもこんな経験はないでしょうか？試験前の一夜漬けで乗り切ろうとするけど、本番でなかなか思い出せない。ビジネス書をいくら読んでも内容が思い出せずに成長を実感できない。どうも、くー先生です。よろしくお願いします。詰め込んでも詰め込んでもなかなか覚えられない。そんなあなたの脳は、砂漠のオアシスで水筒に水を汲んだはいいけど、穴の開いた底から水が溢れ出て無限にたまらない状態になってるかもしれないですね。しかし、東大生とか一部の成功者が実践する、ほとんどの人が知らない学習効率を高める習慣を実践することで、あなたの記憶力は2倍に跳ね上がるかもしれません。さて今日の動画では、15個の記憶力を底上げする、研究とか論文ですねの中から、4つに厳選して最も効果が高く、実用的で簡単な方法ですね。今日紹介する、4つのテクニックですねを使うことで、努力が報われる、ちゃんと勉強したら勉強した分だけ身につく、そんな方法を紹介していきます。さて、早速トップ4を紹介してもいいんですけど、その前に、その4つのテクニックの効果を高めるために、記憶の仕組みですね、を、ざっと概要を説明させていただきます。つまり、あなたの脳がどのように情報を処理し、記憶を定着させていくか。で、記憶ってのは3つの段階があって、1個目が符号化、記名って言われるやつですね。平たく言えば、わかりやすく言うと、インプットですね。で、記憶の2段階目。これが貯蔵、定着、保存、ものを覚えるっていうのは、この貯蔵する、脳に保管する、情報を保管するっていうのが、イメージとして強いと思います。で、記憶の段階、3段階目。これが、テストの結果につながったり、学習効率とかですね、の良し悪しが、結果として見えるものですね。検索、思い出すっていう作業ですね。頭の中にある情報を引っ張り出して、アウトプットする。つまり、インプット、ストレージ、保存ですね。で、アウトプット。この3段階が記憶のプロセスと言われてますね。で、ここで問題なのが、多くの人がこの1段階目の入力にばかり時間をかけすぎてしまっているっていうのが、学習効率を下げる最も大きな原因と言われてますね。記憶を長く保存するためには、入る情報っていうのが大事で、脳っていうのは、命に関わる情報を特に記憶するようにできてて、つまり自分が生きていく上で重要だと感じられる情報ですね、を優先的に、自然に覚えられるようにできているわけで、どうでもいい情報っていうのは、すぐ忘れるようにできてるんですね。で、記憶をするっていう上で、大事な脳の器官があるんですけど、記憶といえばこれだよねって言われる器官ですね。聞いたことはあるかもしれないですけど、海馬と言われる器官ですね。この海馬をうまく刺激するってのも重要なポイントですね。海馬をざっくり説明すると、入力された情報ですね、を自分にとって大事かどうか、つまり覚えておくかどうかってのを、振り分ける脳の器官で、海馬が検問だとして、よし、お前は通っていいぞ、みたいな言われた情報は、長く長期記憶として定着するってのがありますね。つまり、インプットした情報を選別して長期記憶に移すっていう重要な役割を担っています。で、今回紹介する4つってのは、この海馬をうまく刺激して、情報が長期記憶に定着しやすくなるような仕組みですね。を使ったテクニックを紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。第4位ですね。記憶の効率を上げるテクニック。1つ目、記憶を絵に変える描画効果ですね。描く絵の効果と書いて描画効果ですね。この効果ってのは、ただ単語を書き写すよりも、
その単語をイメージさせる、その単語を表す絵ですね。を一緒に描く方が、記憶の定着、あとは記憶の再生率、アウトプット、検索のしやすさですね。が大幅に向上すると言われるテクニックですね。やり方は簡単ですね。何か覚えたい概念とかイメージとか、単語とかでもいいですね。その脇に、下手でもいいんで、3秒ぐらいで描ける簡単な絵でいいんで、何でもいいからその単語を表す絵を描く。ただこれだけですね。例えば、ドクターっていう単語を覚えるとしたら、ドクターで和訳医者って書いて、その脇に、医者の簡単な絵ですね。医者をイメージするような、白衣着て、メガネとか、あとはなんか聴診器持ってたりとかですね。そういう、簡単な絵。3秒で描けるかなわかんないけど、簡単な絵でいいんで描く。たったこれだけですね。あとは、歴史で言ったら本能寺の変とかだったら、信長っぽい人がいて、寺っぽいのが燃えてる絵みたいな。で、逃げていく。誰だっけ裏切ったの。そうそう、ね、逃げていく武将を描くみたいなね。3秒で描けるかわかんないですけど、そういうのを描いていくですね。この効果の科学的なエビデンスというのは、記憶力の再生率。先ほど言った、思い出すですね。記憶を引っ張り出して、アウトプットする。再生率が大幅に向上したという研究結果がありますね。カナダのウォータールー大学と言われるところですねが実施した実験では、単語をただ書き写すだけのグループと単語と一緒に絵を描いたグループ、比較した時に圧倒的に絵を一緒に描いたグループの方が、記憶の再生率、つまりアウトプット、テストの成績が良かったっていうのがありますね。で、この仕組みとしては、複数の情報ですねを脳内で処理することで、情報同士がつながりやすくなるっていうのがありますね。で、絵を描くっていう行為は、単語の意味を理解して、その意味を絵に変換する作業があって、絵に写すときに、視覚を使って、その絵を描く行為に対しては運動ですね。手を動かすっていう情報ですね。この3つが組み合わせて、絵を描くわけで。つまりは、脳がいろんな回路を使うんで、記憶のフック、引っ張り出す時の、引っかかりですね。が増えるっていうのがありますね。で、ポイントは1個ですね。本当に完璧な絵を描くんじゃなくて、本当にその単語の意味がわかるような、脳内で意味を理解できるような絵をさっと書くですね。重要なのは、意味の理解ですね。意味を理解してそれをイメージ化するっていうプロセスが大事ですね。こうすることで単語を思い出す。記憶の再生率ですね。が大幅に向上します。遊び感覚で、ついでに絵を描くみたいな感じでいいと思いますね。で、理想的なのはその絵を見ただけで概念を全て思い出すみたいなね。で、テストの前はその絵だけを見れば単語は完璧みたいな状態にするのはおすすめですね。それでは第3位ですね。記憶の定着率、再生率を高める方法。第3位が自分ごと化で記憶を定着させるですね。これは自己参照効果と言われる効果、心理テクニックを使ってますね。これは何かと言われたら、自分に関連づけるってことですね。簡単に言ったら。具体的なやり方は簡単ですね。新しいスキルとか知識を学んだ際ですね。このスキルとか、知識は自分にとってどのように役立てられるだろうかと考える。ただこれだけですね。自分と関連させるってことですね。あとは過去の自分の経験とどうつながるのかっていう自分の根源に関わる情報と結びつけるっていうのも効果的ですね。例えば心理カウンセラーの資格を取ろうとした時、心理カウンセラーのテクニック、傾聴のテクニックですねを身につけることで、友達とか、あとは仕事仲間とか、あとは自分が相手にするお客さんとかにその傾聴のスキルをうまく役立てられるようにするにはどうしたらいいかって考えたりですね。あとは料理のレシピを覚えるとかだったら、美味しいご飯のレポートリーを増やす。自分の晩ご飯のワクワク感というか充実度が上がる。あとは友達とか、あとは家族、恋人とかに自分の料理を振る舞えるとかですね。美味しい料理を作れるようになって、人に喜んでもらえるようになるみたいな、自分ごとかですね。
その知識をどう役立てるか、自分とどうつなげていくか、自分にとってメリットになるような形にするにはどうしたらいいかみたいな。知識をただの雑学と終わらせないですね。自分にとってどうしたら、どういう形にしたら使えるようになるかを考えるですね。言われてみたら当たり前に感じるかもしれないですけど、知識は何のためにあるのかって言われたら、その技術を磨くため、技術を再現するためにあると、私は思うんですけど、情報を使える形、自分にとって使える形にすることによって、実際に使うことで、情報を思い出す。使うことが、思い出すとセットになるんで、記憶は勝手にされていくよねっていう感じですね。あとは実用的、自分に関連してるっていうのは、重要だと感じるので、生きていく上で、記憶の仕組みでも説明したんですけど、重要だと思う知識を、優先的に会話を選んで覚えようとするので、実用的、自分に関連して使える知識であるっていう認識をすることは、記憶の定着にはめちゃくちゃ大事ですね。で、エビデンスとしては、トロント大学の研究で、単語を意味として記憶するグループ、音として記憶するグループ、あとは構造、仕組みとして記憶するグループよりも、自分とどう関連するか、自分にとってどう使えるかを考えたグループの方が、つまり自己参照効果で処理した単語の方が他のどの記憶方法よりも、記憶の成績ですね、テストの成績が著しく高かったっていう実験結果がありますね。ちょっと驚きですよね。仕組みとか意味を理解することで記憶は定着しやすくなるっていうのはなんとなくイメージつくと思うんですけど、それよりもさらに自分ごと化する、自分にとってどのように重要なのか、応用を聞かせる、情報の形を変えて使えるようにするっていう、プロセスを挟むから、先ほど言った、脳の、記憶のフックが増える、取っかかりが増えるみたいな状態になると思うんですけど、驚きですよね。ただ意味とか仕組みを理解するのも、記憶を定着する上ではすごい物事を覚えるにはすごい効率的なやり方なんですけど、そのさらに上ですね。自分ごと化するっていうたったこれだけで、記憶の定着率、再生率ですね。もっと向上するってのが分かったよっていう話ですね。なんでぜひ覚えるときは意味とか仕組みを理解するだけでなく、プラスアルファでこの情報スキルを自分にどう活かせるか、自分とどう関連づけられるかっていうのもセットでやってみるのは、記憶の定着に、効果があるんでおすすめですね。ちょっと難しいかもしれないですけどね。ちょっと時間はかかるんですけど、一度覚えてしまえば、ずっと覚えてられる。長い間忘れずに、記憶をより強固にできるんで、時間をかける価値はありますね。仕組みとしてはやはり、自分ごと化することによって、よりその知識の重要度が増すというか、自分ごと化することで、過去の体験とかで結びつけることで、感情とか、そういう感覚とかに結びつけられるようになれれば、より重要な情報として、認識されやすく、記憶のフック、感情とか感覚に結びつけられれば、それがフックになって、思い出しやすくなるっていうのがあるので、非常に効果が高いと言われてますね。ポイントとしては何かを学んだ際に、ノートの端っこでもいいので、この経験というのは昔経験した自分のこの経験にちょっと似てるかもなとか、あとはこの知識スキルは自分がこれからやろうとしてるこれに使えるなみたいな、軽くでいいんで書くってことですね。例えば本能寺の変ってなんか信頼してた部下に裏切られて、焼き討ちに遭うみたいな感じじゃないですか。普段の自分の行いが悪いせいとかもいろいろあると思うんですけど、そういうのもすごく信頼してる人であっても自分の態度が悪かったりしたら裏切られる可能性はあるみたいなね、そういうのを覚えておくとかですね。本能寺の変ちょっと詳しくないんですけど例えばの話ですね。次々行きましょう。記憶の効率を高める方法第2位ですね。これも定番といえば定番かもしれないですね。時間を空けて仕切り直せ。分散学習とインターリーブ学習ですね。第2位に関してはちょっと複合技なんですけど、分散学習とあとインターリーブ学習っていう2つの学習方法があるんですけど、この組み合わせがめちゃくちゃ強力なんで、合わせて紹介していこうって感じですね。
で、それぞれ説明すると、分散学習っていうのは、読んで字のごとく、長時間一つのことを集中して取り組むのではなくて、時間を空けて何度も学習する学習方法ですね。分散学習の仕組みとしては、記憶に関する研究で有名な、エビングハウスの忘却分散学習の仕組みとしては、記憶に関する研究で有名な、エビングハウスの忘却曲線って言われる概念があるんですけど、これは人間が物を忘れる、時間の感覚の仕組みですね。エビングハウスの忘却曲線っていうのは、20分後には覚えてる約40%を忘れ、1時間後には60% 忘れ、1日経ったら70% 忘れるみたいなね。そういう時間とともに記憶の定着っていうのがどんどん落ちていくんですけど、その忘れる仕組みですね。この忘れる仕組みに合わせた、学習方法と言えますね。分散学習というのは。つまり簡単に言えば、忘れる頃に再び学習することによって、つまり思い出すことによって、記憶の定着率を、下がらないように、上げていこうっていう、そんな仕組みですね。実際に分散学習に関する、カリフォルニア大学の、メタ分析によると、この分散学習っていうのは、長期記憶の定着に著しく効果があったっていうのが、確認されてますね。脳ってのは、大事な情報を覚えておくために、どうでもいい情報は、忘れるようにできてるって言ったんですけど、その忘れた頃に思い出すことによって、あれこの情報を忘れようと思ったのに思い出すってことは重要な情報なんじゃないかみたいなのを、刺激して、大事な情報として、覚えてもらいやすくするっていう狙いがありますね。で、やり方は簡単ですね。同じ内容を、時間を空けて復習する。ただこれだけですね。例えば今日勉強した内容を次の日に、軽く復習して、その3日後にまた復習して、その1週間後にまた同じ内容を繰り返しやる。できれば、さらに1ヶ月後にまた同じ内容を復習すると、記憶の定着率はめちゃくちゃ高くなりますね。勉強した次の日、3日後、1週間後、1ヶ月後ですね。で、繰り返し同じ内容をやるですね。受験生だったら、過去問を20分だけ1日やって、その同じ内容を次の日3日後、1週間後、1ヶ月後にやるってのがおすすめですね。で、この分散学習のエビデンスは、カリフォルニア大学が1万4000人の参加者データを含む、メタ分析を行った結果、メタ分析っていうのは、複数の実験結果を比べて、より効果のある、科学的根拠のある情報をまとめた分析方法ですね。非常にエビデンスの高い、分析方法と言われてますね。で、そのメタ分析の結果、分散学習、学習のセッションに、適度な間隔を空ける、学習方法を取った、人たちは、集中学習、長時間に同じ内容をやるですね。集中してやる学習よりも、長期的な記憶の定着に、著しく効果があったっていうのが、確認されてますね。ポイントとしては、スケジュールをしっかり作るですね。なんとなく、そろそろかなじゃなくて、カレンダーに、この勉強20分します。で、その同じ内容を1回目、次の日、3日後、1週間後、1ヶ月後、カレンダーかなんかですね、に書き込んで、ちゃんと間隔を空けて勉強するですね。で、分散学習の2つ目が、最初にもちらっと言ったインターリービング学習と組み合わせるですね。これが最強ですね。インターリービング学習とは何かと言ったら、関連するジャンルの中の、他のトピックの学習を、交互に織り交ぜてやるっていう学習方法ですね。例えば、数学だったら、計算問題やった後に図形の問題やって、図形の後に関数の問題をやったりとかですね。数学というジャンルに関連するジャンルで、違う頭を使うトピックの内容を、交互に織り交ぜながらやるですね。過去問を解いてれば、自然にインターリービング学習はなっていきますね。ということで、やっぱり過去問を解くのは最強かもしれないですね。で、人間の集中力の平均持続時間は15分から25分って言われてるんですけど、この15分おきに、そのジャンルを変えていくですね。分散学習も混ぜつつ、
つインターリービングも組み合わせてって感じですね。で、タイマー15分セットして、ここまではこの問題ジャンルをやって、タイマーになった。じゃあ次のジャンルやろう。タイマーだった。また次のジャンルやろう。みたいなね。こういう風に交互に繰り返していく、学習方法ですね。で、仕組みとしては、意味の違いを脳を考えるとき、複数の知識、情報があるとき、その情報の質の差ですね。を分析、考えるときに、いろんな情報を引っ張り出してきたり、頭を使うですね。要は平たく言えば。交互にやることで、その切り替えるタイミングで頭も切り替えることになり、違う概念の情報を処理するみたいなのを使うんですけど、そうすることで、脳も活性化しやすくなって、あとは似たようなジャンルを交互に織り交ぜることで、その前やったトピックとその次にやったトピックの情報が結びつけば、関連するようになれば、関連した情報っていうのはより記憶に残りやすく、また思い出しやすくなるっていうのがあるので、情報の連結ですね。起こりやすくなるっていう、効果も狙えますね。で、インターリービングのポイントってのは、あまりかけ離れすぎても良くないっていう話ですね。例えば、英語の勉強をした後に歴史の勉強をしたりとかですね。何らかの形でつながればいいんですけど、全くの違う科目じゃないですか。英語はよりパズル的な、数学的な要素、単語の意味を覚え、理解し、文章を組み立てみたいな感じなんですけど、歴史はその裏側の背景で起こった出来事、その出来事の意味を読み解いたり、その単語を覚えたり、単語を覚えるっていうので、似たようなのを使うかもしれないですけど、関連はあんまり薄いじゃないですか。そうではなくて、計算問題やった後に図形問題。図形問題の中にも計算は出てくるので、そういう風な情報ですね。似たようなジャンルで、インターリービング、交互にやるのが、効果的と言われてますね。で、分散学習の注意点は1個だけですね。時間を空けすぎないですね。完全に忘れてしまった後では、やっぱり、また、その学習は再出発ゼロからになっちゃうので、やっぱり忘れた頃になんとなく覚えてるけど忘れそうっていう時に思い出すことによって、そうだったこうだったってなることで、記憶の定着率が上がっていくので、やっぱりスケジュールにちゃんと書くってのが大事ですね。非常に強力なテクニックなので、分散学習とインターリービング、20分ずつですね。15分から25分ずつ似たようなジャンルで違うトピックを交互にやっていく学習方法をぜひ試してみてください。で、記憶の効率を高める方法、トップ4、堂々の第1位ですね。これは最もシンプルで、聞いてみたら、なんだそんなことかと思うかもしれないですけど、このランキングってのは、実用的で再現性があって、分かりやすくて効果が高いっていう基準で選んでるんですけど、やりやすい、分かりやすい、効率が高いっていうことで、第1位にさせていただきました。第1位はテスト効果ですね。で、この第1位ってのは、情報をインプットするを凌駕する最もシンプルで効果的なテクニックですね。テスト効果、別名検索練習って言われるんですけど、ごちゃごちゃ言いましたが、要はアウトプットがめちゃくちゃ大事だよっていう、最初の結論に戻りますね。やり方は簡単ですね。学習終わった最後に、今日学んだ中で一番重要なことは何だったんだろうみたいなね。そういうのを思い出すですね。あとは、テキストを読んで勉強した時に、そのテキストを閉じた時に、今日学んだ内容で、このテキストに書いてあった内容は簡単に説明すると何だったんだろうみたいなね。そういうのを思い出すですね。で、多くの人ってのは本当にインプットに時間をかけすぎている。勉強イコール、ノートに情報をまとめて、その情報を覚える作業だと認識している人が多いと思うんですけど、ノートにただ情報を分かりやすくまとめる作業だけだと、自己満足で終わることが多くて非常にもったいないです。よくね、ノートに誰が見ても意味が分かるように綺麗に書きましょうみたいなね、言われたりするんですけど、私も小学校の頃とか、担任の先生に言われましたね。その先生とのはたまに生徒のノートを回収してちゃんと効率よく勉強しているかみたいなね、そうアドバイス付きで評価してくれる先生だったんですけど、
その先生が言ってたのは、誰が見ても読みやすいように情報がまとまったノートの取り方をすると、テストの成績も良くなるよみたいな、そういう教育理念じゃないけど、そういうスタイルでしたね、その先生は。その先生を批判してるわけではないんですけど、そういうのも一理あるんですけど、整理された情報ほど、記憶に定着されやすくなるっていう、記憶の仕組みは確かにあるんでね。でもその綺麗に書くことだけに集中しすぎちゃってませんかっていう、そういう話ですね。綺麗に情報をまとめるのも大事なんですけど、それよりももっと大事なのは思い出す作業。何を当たり前のこと言ってるんだって、冷静に考えたらそう思うかもしれないですけど、アウトプットする作業を忘れてませんかっていう話ですね。もっといいのは、よくあるのは、グループで、友達とかと学習してる時に、お互いに今日学んだことを、教え合うみたいなね。誰かに教えるのが究極のアウトプットとも言われるんですけど、誰かに教えられることで、やっとその知識が定着したみたいなね。誰が言ってたんだろう。そういうのがありますね。まさにこれがもう効率のいい記憶学習というか、学習効率を上げる真髄とも言えますね。これが1位なのかって感じなんですけど、でもこれがもう簡単で分かりやすく効果がありますね。エビデンスとしてはパデュー大学と言われるところが行った実験では、内容を繰り返し読む、反復練習ですねを行ったグループと、あとは情報をきれいにまとめる、概念をまとめたマップ、マインドマップですねを作成したグループと、あとはこのテスト効果ですね、アウトプットするテストを実施したグループ、この3つのグループを比較したときに、1週間後に記憶の定着率を測るテストをした時の成績が、この内容を思い出すテストを実施したグループが圧倒的に高いスコアを出したっていう、研究結果が出ていますね。脳の仕組みとしては、最初にも言った通り、何度も何度も繰り返し使う情報ってのは、大事な情報だって認識して、長期記憶に定着するってのもあるんですけど、その記憶を引っ張り出す時の情報の回路ですね。が、使えば使うほど、脳の仕組みとしては、神経可塑性といって、使えば使うほど神経というのはより太く強くなっていくんですけど、その思い出す行為を繰り返すうちに、その思い出す回路ですね強化されていくっていうのがありますね。で、ポイントは1個だけですね。自力で思い出すってことが大事ですね。答えを確認しながら思い出すってのも思い出す作業になるのでいいのかもしれないですけど、学習を終えた後に自力で今日何が勉強したっけみたいなね、自問自答して何だったっけこれやったっけこれが一番大事だったかもしれないって自分なりに一度答え出すってのが大事ですね。出した後にもう一回見直してそうだこういうことを勉強したんだった今日はみたいなね。そうすることで記憶の定着率は格段にたったこれだけで何倍にも学習効率が上がるのでマジでおすすめですね。とにかく忘れたことに分散学習でも言ったんですけど、あれなんだっけって頭を使ってそうそうこういうことだっていう思い出した時により記憶は強固になりやすいので、そういう意味でも、思い出す作業、アウトプットする作業ですね。は、必ず勉強するときは、セットにした方がいいですね。なんで、やっぱりまとめると、過去問を解いていくっていうのは最強かもしれないですね。20分、タイマーセットして、ポモロードテクニックって言われるんですけど、25分集中して作業して5分休憩するみたいなね。集中力の仕組み、人間の集中力の効率的に使う仕組みを利用した、時間術があるんですけど、それと組み合わせて、過去問を解いていくってのはいいかもしれないですね。で、あとはしっかりスケジューリングするみたいな。もう完全に忘れた時にやるんじゃなくて、忘れそうな時に思い出す。1日後、3日後、1週間後、1ヶ月後ですね。ちゃんとスケジュールして、ポモロードで分散学習しつつ、インターリーブで交互に同じジャンルの違うトピックをやりつつ、あとはテスト効果で重要な情報を思い出しつつ、このループをやれば、記憶は余裕ですね。ぜひ試してみてください。もう今日一番覚えてほしいことですね。他のも結構重要なんですけど、勉強したら最後に振り返る。大事な内容、今日学んだことは何だったかなーってのを、一瞬でもいいので思い出す、考えるってのを、絶対、これだけは実施してほしいですね。
まとめに入る前に、番外編ですね。これは記憶のテクニックとはちょっと違うので、除外させていただいたんですけど、結果的に長期的に習慣にすれば記憶力が向上するよっていう内容ですね。脳の物理構造を変える、有酸素運動ですね。エビデンスとしては、ピッツバーグ大学が行った研究では、55歳から80歳の、人たちを集めて、有酸素運動、ウォーキングとかですね、週3回、1年間、無理のないように行ってもらったんですけど、その結果、記憶にとって重要な、長期記憶かどうかに振り分けるのに、使う、海馬ですね、の、容量がなんと1年で 2% 増加したっていう研究結果がありますね。55過ぎたら、加齢とともに細胞が減ってって、どんどん萎縮してって、むしろ脳の細胞の体積は減っていくんですけど、にもかかわらず、減る傾向が強いにもかかわらず、2% も増えた。これって結構すごいことですよね。2%とはいえね。有酸素運動をすることで、脳の細胞を生み出す、BDNF っていう物質が出るんですけど、これが神経細胞の組成ですね。を促すと言われてますね。組成というか増加とかですね。生産を促すと言われてますね。あとは脳の血流が上がることで、前頭葉とか、酸素とエネルギーが行き渡りやすくなり、認知機能も向上するっていうのもありますね。大事なのは、続けることですね。無理なく1日30分を、週に3回ですね。ちょっと早めのウォーキング、早歩きのウォーキングがおすすめとされてますね。もちろん、ジョギングとかでもいいですね。15分のジョギングとかでも全然いいですね。有酸素運動を1年しただけで記憶領域が上がるっていうのがあるので、脳の健康状態にもいいですしね。散歩はおすすめですね。私もよく歩くんですけど、散歩した日は脳っていうか頭の調子はいいですね。自然と。なんで受験生にも気晴らしにもなるのでね。あとは歩きながら勉強するとかもできますんでね。ぜひウォーキングの習慣身につけてみてください。番外編でした。このチャンネルでは、脳科学、神経科学ですね、心理学、思考術などのノウハウを通して、自己成長とか、能力の向上、能力開花につながるノウハウを発信しております。今回の動画が面白いなと思った方は、ぜひグッドボタンと、あとはチャンネル登録お願いします。これからも、脳科学とか心理学ですね、に基づいた、本質的に能力を向上させる、自己成長につながるノウハウを発信してまいりますので、少しでも人生の質を高めたいなと思うことは、ぜひこの機会にチャンネル登録して、いろんな動画を見てみてください。非常に励みになります。最後に、軽くまとめておきましょう。第4位は、描画効果ですね。単語とか何かを情報、知識を覚えるときに、その知識を表す簡単な絵をさっと描くですね。で、第3位は、知識や情報を自分ごと化するですね。これは意味を理解するとか仕組みを理解するよりも記憶の定着は高いと言われてますね。この知識、スキルは自分にとってどのように使えるだろう、どのように関連するだろう、過去のどの出来事につながってくるだろうみたいなね。自分にとってこの情報はどういう意味を持つのかっていうのを考える、自分ごと化するですね。この記憶力の定着には効果的ですね。で、第2位が分散学習とインターリーブ学習ですね。人間の集中力の平均、15分から25分を区切りに、交互に、似たようなジャンルの違うトピックをやっていくですね。で、あとは忘れた頃にもう一回同じ内容を復習する。1日後、3日後、1週間後、1ヶ月後ですね。ちゃんとカレンダーに書いて、この日はこの勉強をするってのを書いていくってのがおすすめですね。で、堂々の第一位がシンプルですが、昔からよく言われてるんですが、言われ続けてるってことはそれほどエビデンスというか、効果があるから言われ続けてるんですけど、インプットよりもアウトプットを重視するですね。というよりも、学習したらその学習した内容をその日に振り返るっていう話ですね。今日勉強した内容で一番重要なのは何だろうみたいな。あとはこのテキストにはどんな内容が書いていただろうみたいなね。
のを軽く思い出すだけでも全然いいですね。あとは、友達と一緒に勉強してたら、友達同士で今日何を学習したかを教え合うみたいなね。人に教えることで、情報の整理というか、定着する。定着した知識を実用的に使えるようになるっていうのがあるので、記憶の効率が非常に効果的ですね。で、番外編としては、1日30分の早歩き、ウォーキングを週3回、1年続けると、会話の容量が2% ですね、平均増えるので、記憶領域、記憶のしやすさが上がるですね。脳がグレードアップするので、散歩の習慣はおすすめですね。有酸素運動なら、ジョギングとかでも、あと水泳とか、サイクリングとか、自分がやりやすいやり方なんでもいいので、脳細胞が増えて記憶力も底上げされるのでおすすめですね。っていう話ですね。まずは今日やった内容で1個でもいいので、実践してみてください。で、できればその実践した効果とか、実感したこととかあれば、感想をコメントで教えてもらえると非常に嬉しいです。やっぱりね、実用的で効果のある情報ってのを、いろんな人にシェアしたいっていうのがあるので、こういうことを、教えてもらったことがすごく役に立ってよ、みたいなのがあれば、この YouTube 活動をやってる甲斐がありますね。非常に嬉しいですね。気軽に見てもらえるのが一番いいんですけどね。そういうこともあるのか、みたいなね。そう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 。ラジオ感覚で聞くのも全然いいですね。なんであれ、この動画、このチャンネルが、あなたの自己成長とか能力開花と自分を強くするきっかけになればと思って、このチャンネルを運営しております。最後までご視聴くださりありがとうございます。関連動画は実はすごい散歩の科学ですね。散歩はいろんなところでもう脳とか健康にはいいですよって言われてるんですけど、具体的にはどのようなメリットがあるのか、解説した動画があるので、コメント欄に URL 載っけとくので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。よければまた次の動画でお会いしましょう。くー先生でした。またね。